ジャパニーズアベニューへようこそ。ホストのたけるです。こんにちは、みゆです。よろしくお願いします。さて、みゆさん。今日のテーマは電話です。ああ、電話。特に日本語での電話って顔が見えない分、ちょっと緊張しますよね。しますね。言葉遣い一つで印象もガラッと変わることがありますし。そうなんですよ。だから今日はビジネスでの丁寧な対応から友達との気軽なやり取り、あとお店の予約とか問い合わせまで日本語の電話についてぐっと深掘りしていきたいと思います。はい。具体的なフレーズとか、あと練習方法なんかも交えながら、皆さんが自信を持って電話できるようになるヒントを探っていきましょ特に相手に失礼なく要件を切り出す方法とか、相手がいなかった時のスマートな対応、ここは必見かなと思います。最後まで聞けば電話のドキドキが少しは解消されるはずです。う。では早速、基本の木から見ていきましょうか。お願いします。まず、大前提として、電話ってかける側と受ける側で状況が全然違うっていう点ですね。ああ、確かに。かける方は準備万端でも、受ける方は突然ですもんね。そうなんです。だから、かける側がうまく会話の流れを作ってあげることが大事になってくるんですよ。なるほど。その流れを作る第一歩っていうのは？まずは、名乗りと切り出しですね。自分が誰なのか、ちゃんと伝える。はいはい。例えば、もしもし、本田ですが、とか、もうちょっと丁寧に、〇〇大学の本田です。ご無沙汰しております。みたいな感じです。名乗った後いきなり本題じゃなくて。ですね、その前にワンクッション。今お話ししてもよろしいでしょうかとか。相手の都合を確認するんですね。友達なら今大丈夫？くらいで。そうです、そうです。これすごく大事ですよね。相手への配慮が伝わりますから。うんうん。で、相手が OK だったら、いよいよ要件と。実は、何々のことでお電話したんですが、みたいに何のために電話したのかをはっきり伝えましょう。ここが曖昧だと相手も、何の出回だろうってなりますもんね。そうなんですよ。だから、お願いしたいことがあって、とか、ちょっとお伺いしたいことがあって、とか、目的を具体的に言うのがいいですね。友達に何々に一緒に行かないって誘うときとか、この間はありがとうってお礼を言うときとか。あるいは、先日は申し訳ありませんでした、みたいなお詫びとか。目的に合わせた表現を使うのがポイントです。もちろん用事がなくてもかけますけどね、友達には。元気かなと思って。ありますよね。別に用事はないんだけど、声聞きたくてっていうのも自然でいいと思いますよ。親しい間柄なら。ところで、最初に言ったもしもしなんですけど、これっていつでも使っていいわけじゃないんですよね。そうなんです。いいところに気づきましたね。友達同士なら、かける時も受ける時ももしもしで、普通なんですけど、はい。ビジネスシーン、特に電話を受ける側は基本的には使わないですね。へえ、そうなんですか。代わりに、はい、〇〇会社でございますとか、〇〇部の誰々でございますみたいに会社名や部署名、名前を名乗るのが一般的です。じゃあ、ビジネスで電話をかける側がもしもしっていうのは？状況によってはありえますけど、やっぱり最初に自分の会社名と名前を名乗る方がより丁寧で一般的でしょうね。なるほど。じゃあ、そのビジネスシーンの電話についてもう少し詳しく教えてください。受ける側の第一声はもしもしじゃなくて？お電話ありがとうございます。〇〇株式会社の誰々が承諾ますとか、もっとシンプルに、はい、〇〇部でございますといった感じですね。ふむふむ。将来来ますって丁寧ですね。で、かける側は、まず、〇〇株式会社の誰々と申しますと名乗ります。はい。その上で、恐れ入りますが、営業部の〇〇様はいらっしゃいますでしょうかみたいに、取り次ぎをお願いするわけです。いらっしゃいますでしょうかも丁寧ですね。お手すきでしょうかっていう言い方もありますよね。そうです、そうです。お手すきでしょうかは、今、時間はありますか？手が空いていますか？っていうのを丁寧に聞く言い方で、これもよく使われますね。で、問題は、その〇〇さんがいない時ですよ。これも結構よくあるパターンじゃないですか。多いですね。その時の対応が結構会社の印象を左右したりもするんですよね。ええ。ただ、いませんじゃなくて、申し訳ございません。あいにく〇〇はただいま席を外しております。みたいに、不在の理由を簡単に伝えて、はい。その上で、戻りましたらこちらからお電話差し上げましょうかって折り返しの提案をする。折り返し。よく聞きます。もしくは、よろしければご伝言を承りますがいかがなさいますかっ
って伝言を受けるかどうか尋ねるのが丁寧な対応ですね。折り返しお電話いたしますは、後でかけ直しますって意味でしたっけ？そうですそうです。こちらから後ほどかけ直しますという意味ですね。不在の時の対応って本当大事だと思います。そういえば電話マナーで、ベルが鳴ったら3回以内に取るみたいな話も聞きますけど。ありましたね、資料にも。もし3コール以上鳴ってから出た場合には、大変お待たせいたしましたと一言添えるのが親切だと。細かいですけど、そういう気配りが大事なんですね。ええ。あと、社内の内線電話と社外からの外線電話でちょっと言葉遣いが違うっていうのもありますね。あ、内線と外線。内線だったらもう少し簡略化されて、お疲れ様です。〇〇部の〇〇です。みたいに始めるのが普通だったりします。もちろん相手によりますけどね。なるほど。で、ビジネス電話の終わり方、切り方にも作法が。基本的には要件が終わったらかけた方からそれでは失礼いたしますと言って切るのがマナーですね。かけた方から。ええ。で受けた側も失礼いたしますと返事してから静かに受話器を置くと、そんな流れです。ふむふむ。いやー、ビジネス電話は奥が深いですね。そうですね。でも基本を抑えれば大丈夫ですよ。さて、ここからはもう少し具体的な場面を見ていきましょうか。皆さんが実際に使いそうなシチュエーション。まずはレストランの予約。これは使う機会多いですよね。多いですね。予約の電話で一番大事なのは希望の日時と人数をはっきり具体的に伝えることです。例えば、来週の金曜日7月20日の夜7時半に2名で予約をお願いしたいのですが、みたいに。なるほど。日付、曜日、時間、人数ですね。そうするとお店の人も確認しやすいですから。で、その後、名前と電話番号を聞かれますよね。そうです。はい、名前はタケルと申します。電話番号は XXX-XXX-XXX です。みたいに伝えます。自分の名前を言うとき、と申しますを使うと丁寧ですよ。お店の人の言葉遣いって結構丁寧ですよね。敬語が多くてちょっと聞き取るのが大変な時も。そうかもしれないですね。承知いたしましたとか、かしこまりましたはわかりましたのすごく丁寧な言い方です。少々お待ちくださいとか、でよろしいでしょうかっていう確認もよく聞きます。ホテル内のレストランなんかだと、お支払いはヘラ付けになさいますかって聞かれたり。あ、ヘラ付け。これ知らないと、ね。なりますね。これはチェックアウトの時にホテルの宿泊費と一緒にまとめて支払うシステムのことです。なるほどなるほど。覚えておきます。じゃあ次はアパレルショップへの問い合わせ。はい。例えばネットで見た商品の在庫がお店にあるか確認したいとか、取り置きしてほしいとか。ありますね、そういうの。こういう時はお店の人から商品の品番か商品名はお分かりになりますかって聞かれることがほとんどです。品番。確かに。なので事前に品番とか正式な商品名をメモしておくとすごくスムーズに進みます。品番は 1234-ABC ですとか、ウェブサイトに載ってた〇〇っていう名前の白いブラウスなんですけど、みたいに。色とかサイズも大事ですよね。色はネイビーでサイズは M サイズを探してますとか。正確に伝えるのが大事ですね。で、もし在庫があれば取り置きをお願いしたいんですが可能でしょうかと続けます。取り置き期間ってお店によって違いますよね。そうなんです。だからいつ頃ご来店されますかって聞かれることもありますね。予約とか注文、取り置き用電話だと最後に内容の確認がありますよね。必ずありますね。それでは復唱いたします。タケル様、お電話番号が XXX-XXX-XXX。ご希望の商品はダルダルのネイビー M サイズ。こちらを1点明日のご来店までお取り置きいたします。内容に間違いはございませんでしょうかみたいにお店側が丁寧に確認してくれます。この確認作業大事ですよね。聞き間違いとか防げますし。もしこの時相手の言ってることが早すぎたり、敬語が難しくてよくわからなかったりしたら、どうすればいいですか？全然遠慮なく聞き返して大丈夫ですよ。すみません、もう一度お願いできますでしょうかとか、申し訳ありません、もう少しゆっくり話していただけますかとか、場合によっては、すみません、簡単な日本語でお願いできますかって正直に言ってみるのも手です。なるほど。正直に伝えるのが大事なんですね。きっと相手も分かろうとしてくれますよ。いやー、具体的な場面が分かるとイメージしやすいですね。でも、いざ自分で話すとなると、やっぱり練習が必要ですよね。その通りです。
知識として知っていても、実際に口からスムーズに出てくるようになるには、やっぱり練習が一番です。おすすめの練習法ってありますか？資料でも強調されてましたけど、効果的なのはロールプレイングですね。ロールプレイング。一人でやる場合でも、かける側と受ける側、両方の役をやってみるのがおすすめです。一人で2役ですか？具体的にはどうやるんですか？まず、できるだけリアルな状況を細かく設定するんです。例えば、取引先の〇〇部長に電話したけど会議中で不在だった。それで伝言をお願いするとか。ふむふむ。あるいは、レストランに予約の電話を入れたら、希望の日時は満席だった。だから別の日時を提案してもらうみたいな具体的なシナリオを考えます。なるほど。かなり具体的に想像するんですね。そうです。で、そのシナリオに沿って、A 役かける人と B 役受ける人のセリフを実際に紙に書き出してみるんです。書き出す。最初から最後まで一通りの会話の流れを文字に起こしてみる。そうすると、使ってる言葉遣いが適切かとか、流れは自然かとか、客観的にチェックできるんですよ。なるほど。書き出すことで、敬語の使い方が合ってるかとか、必要な情報をちゃんと伝えられてるかとか確認できるわけですね。そういうことです。で、書き出したセリフを今度は声に出して何度も読んで練習する。反復練習ですね。これを繰り返すうちにフレーズが自然に口をついて出てくるようになりますよ。練習の時からメモを取る練習も一緒にやった方がいいって話もありましたね。それも大事ですね。実際の電話で相手の話を聞きながらメモ取るのって結構焦るじゃないですか。焦りますね。特にビジネスだと、会社名、部署名、名前、電話番号、日時、要件、正確に記録しないといけないし。そうなんです。だから練習の時から架空の情報でいいのでメモを取る練習もしておくと本番で落ち着いて対応できるようになります。シナリオも一つだけじゃなくて、いろいろなパターンを試した方が良さそうですね。相手が不在の理由も、会議中、出張中、休暇中とか。かける目的も伝言をお願いする、かけ直してもらうよう頼む、アポイントを取る、お礼を言う、謝る、などなど。バリエーションを増やせば増やすほど、応用力がついて、どんな状況でも対応できる自信につながると。まさにその通りです。なるほど。ロールプレイングやってみたくなりました。ぜひ。では最後に、友達同士の電話についてもちょっとだけ触れておきましょうか。これはビジネスとは全然違って、かなりキャジュアルですよね。そうですね。まずかけるときも受けるときも、もしもしが普通です。もしもし、タケルだけど今大丈夫とか、もしもし元気みたいに気軽に始められますね。相手の都合を聞くのも、今電話平気とか、もっと砕けて、今何してるのって聞いちゃったり。ありますね。要件も特に明確な目的がなくても、ちょっと声聞きたくなってとか、最近どうしてるかなと思ってみたいな感じでかけることも多いですし。会話の内容も、その時のノリで自由な感じですよね。切り方もビジネスみたいに決まった言い方はなくて、じゃあまたね、バイバイ、また連絡するわ、みたいに気軽な挨拶で終わることが多いです。ごめん、そろそろお風呂入らなきゃとか、明日早いからもう寝るねみたいに切る理由を軽く言うこともありますね。ありますね。ただ、いくら友達でも、例えば相手が学校や会社の先輩とか少し距離感がある相手の場合は、確かに。やっぱりですますを使った丁寧語で話す方が無難というか礼儀正しいですよね。お屋敷中にも礼儀ありです。それは大事ですね。相手との関係性で言葉遣いを使い分ける感覚。これは電話に限らず日本語のコミュニケーション全般ですごく重要になってくると思います。というわけで、今回は日本語の電話対応についてみゆさんと一緒にいろいろと掘り下げてきました。丁寧な切り出し方からビジネスとプライベートの違い、具体的な予約とか問い合わせのシミュレーション、そしてロールプレイング練習まで。たくさんのポイントがありましたね。顔が見えない分難しさもありますけど、基本的なマナーとかフレーズを知って少し練習すれば、電話への苦手意識もだいぶ和らぐんじゃないかなと思います。そうですね。最後に、今日の話の中で特に覚えておくと便利そうな表現をいくつか復習としてまとめてみましょうか。日本語を勉強中の皆さんにも役立つかなと。ぜひお願いします。まずは、恐れ入りますが、恐れ入りますが。恐れ入りますが。これはビジネスシーンで相手に何かをお願いしたり、質問したりする前につけるクッション言葉ですね。すみませんがよりももっと丁寧な感じです。
恐れ入りますが、〇〇様はいらっしゃいますでしょうかみたいに使います。なるほど。丁寧な前置きですね。次に、承知いたしました。承知いたしました。と、かしこまりました。はいはい、お店の人がよく使いますね。そうです。どちらも分かりましたっていう意味の非常に丁寧な表現です。お客さんに対してとか、目上の人、取引先への返事として使われますね。どっちを使ってもいいんですか？まあ、ニュアンスは微妙に違いますが、どちらも高い敬意を示す言葉なので、場面に合わせて使い分けられるといいですね。ふむふむ。それから、自己紹介で使う、何と申します。何と申します。これもビジネスで必須ですね。私の名前はですをへりくだっていう謙譲語ですね。〇〇会社の誰々と申しますというふうに使います。次は、相手の都合を尋ねる、お手すきでしょうか？お手すきでしょうか？今お時間ありますかの丁寧版ですね。そうです。今よろしいでしょうかよりもさらに相手を気遣う感じが出ますね。なるほど。そして最後、不在の時の対応で出てきた、折り返しお電話いたします。折り返しお電話いたします。これは便利そう。こちらから後のと電話をかけ直しますという意味の丁寧語です。自分がかけ直す場合も他の人にかけ直させる場合も使います。〇〇が戻りましたらこちらから折り返しお電話いたしますさせますのように使いますね。いやー、これらのフレーズしっかり覚えておきたいですね。使いこなせるとぐっと自信がつくと思いますよ。言葉を覚えることももちろん大事なんですけど、みゆさん、最後に一つ皆さんに考えてみてほしいことがあるんですよね。と言いますと、電話って表情が見えないじゃないですか。だから声のトーンとか話す速さ、間の取り方、そういうのが相手に与える印象を想像以上に左右するんじゃないかなって。それは本当にそうですね。まさに声の表情というか。特に日本だと場の空気とか相手への配慮って大事にされますよね。だから声のトーンが持つ意味って結構大きいんじゃないかと思うんですよ。同じありがとうございます。でも、事務的なトーンと、ちょっと明るくて温かいトーンじゃ伝わる気持ちが全然違ったりしますよね。そうそう。だからロールプレイングとかで練習するときも正しい言葉を選ぶだけじゃなくて、どんな声でどんな話し方をしたら自分の気持ちがもっと相手に伝わるかなみたいなことにもちょっと意識を向けてみると、コミュニケーションがもっと豊かになるんじゃないかなって。深いですね。言葉だけじゃない、声に乗せる気持ち。これも日本語コミュニケーションの大事な一部かもしれませんね。というわけで今日のジャパニーズアベニューはここまでです。電話対応、少しでも参考になったら嬉しいです。さて、もし今日のこの話が面白いなとか役に立ったなと感じていただけたら、ぜひチャンネル登録、それから高評価、そして通知設定もどうぞよろしくお願いします。お願いします。それではまた次回の配信でお会いしましょう。はい、また次回お会いしましょう。さようなら。さようなら。Welcome to Japanese.